師走もねだいぶ押し詰まってきました。今日は南天とかりんを描いてみたいと思います。青空市ですごく立派ないっぱい実のついた南天が手に入りましたので、印象的な絵にしていこうかなと思います。今日の紙はホワイトワトソンを 8P サイズですね。F サイズよりちょっと細長い形に切っています。絵の具の方はオルベインです。クリムソンレーキ、ピロールレッド、ガンボージーノーガ、サップグリーン、セルリアンブルー、コバルトブルー、ウルトラマリンディープ、バーントアンバー、以上8色で描いてみようと思います。ちょっとね色見本先に作っておきますね。メインの色っていうのは南天の温かみのある赤色だと思いますね。ピロールレッドの純色をまず置いてみますよ。少し暗い方はクリムソンを混ぜます。で明るい方はガンボージーを混ぜます。赤いところはこういう感じなんですけど、影になった部分、暗い部分ですね。ピロールレッド、クリムソン、ウルトラマリンディープ、かなりこういう紫色がかった色ですね。もしくはバーントアンバーを混ぜて茶色に傾けるっていうことです。こういう暗い色がそばにあることによって明るい赤い部分が非常に印象的に見えるんではないかなと思います。でかりんはガンボージーですね。微妙にサップグリーンを混ぜてみたりバーントアンバーを混ぜてみたりっていうことでね、南天の邪魔をしない程度の色にしておこうと思います。器はね、備前焼です。南天の色に合わせた色でやっていこうかなと思います。で葉っぱもねほぼほぼ赤いんですが、ピロールレッドとともにサップグリーンがちょっとここに入ってきます。はい、じゃあこんな色合いで描いていこうと思います。はい、じゃあ下書きをしてみますね。今日の光は左上からにしておきます。そうすると備前焼の器を右寄りに置きます。ざっくり描いてみますよ。でそうするとねかりんはここの空き地にこう持ってくるわけなんですが、この花瓶より少し向こうに置きますね。そうするとこういうねちぎれた枝とか実ですよね。こういうものがこの辺にパラパラこう落ちてもいいんじゃないかなと思いますね。南天はここの中からずっとこう伸び上がって、実が垂れるわけですけども、大きな塊としてはこういうところにね欲しいわけです。絵の中心ここですのでね、ここを外さないように実を垂らします。で葉っぱはねちょっとね重複していっぱい出ているんですけど、最低限でいいかなと思いますね。実をね代表的なものだけ描きますね。そこの代表的な実の上にマスキングで丸いね光った部分をつけていきます。でこういう作業してみますね。はい、要所要所描きました。マスキング液はねかなり多めにつけています。下塗りに入っていきますね。まずガンボージーです。純色ですね。これをこっちの光の当たる方ですね。かりんもありますのでこの下の方にももちろんね置きますね。あまりね赤ばっかりだと暗くなっちゃいますのでガンボージー多めに置いといた方がいいかなっていう気がします。水筆、ちょっとハケを使いますね。画面が少し広いのでハケを使って水で伸ばします。はい、しっかり伸ばしました。続いてピロールレッドです。純色をこの房の主に右側に置いていきます。
葉っぱにもね赤色ありますのでね、葉っぱにも適当に置いていきますね。はい、これもぼかします。やりすぎると全部一緒になってしまいますので、ガンボジーだけのところもちゃんと残るようにやっていきますね。はい、そしてその続きにクリムソンを足した色ですね。これを、ここがちょっと暗くしたいわみたいなところに入れていきますね。もうちょっとクリムソン増やしましょう。葉っぱ、器関係なく入れていきます。どちらかというと右に多めにするっていうことですよ。はい、これもちょっと伸ばしておいて取っていきますね。しっかり取ります。特にこの端の線が残らないように取りますね。器のね一部暗いところを作っておきます。バンタンバをねしっかりウルトラマリンディープと混ぜ合わせて、こちらの方ですね。器の固有色として枠の中に塗るというよりは、この辺りは暗くしたいんですっていうことで塗っていきますね。はい、これもしっかり取っておきます。じゃあこれで一旦乾かしますね。はい、まだちょっと生乾きなんですけど、まず実をちょっとだけ描いてみますね。実と実の隙間を塗っていきます。クリムソン、ピロールレッド、少しだけセルリアンを入れて、ちょっと紫色に傾けてみますね。ちょっと暗めの色になります。これで実と実の隙間を塗ります。塗りつぶしてはいけないわけですね。隙間の奥にさらに実があったりしますので、それを考えると隙間だからって同じ色で潰してしまうわけにはいかないっていうことなので、ある程度の範囲をこう切っていきますね。で場所によって少しずつ色を変えていきます。でコバルトブルーを入れてもっと暗くしてみたり、あるいはね場所によってはバンタンバーを入れてさらに、茶色っぽい色にしてみるとかね、そういうことで、同じ暗い色でもいろんな色でこうやっていくわけですね。ここの後ろにある備前焼の器ですよね。バンタンバーとウルトラマリンディープ、あるいはコバルトブルーで暗くしてっていうことで、これも一律にはしません。ちょっとね端っこをぼかしておきますね。それからここの部分ですね。ここは、器なんですけど光が当たってちょっと明るい感じにしたいので、器の外側ですよね。これを暗い赤色で切っていくわけですね。ここ青3種類とバンタンバーで微妙に色を変えながらつけていきます。ぼかします。境目は暗いんだけどその暗さをどこまでも引きずらないっていうことですね。始末をしておきます。で今度は葉っぱをちょっとやってみますよ。ピロールレッドとクリムソンで綺麗な葉っぱ、こういう葉っぱもあっていいわけですが、こればっかりではいけないわけで、筆の中でサップグリーンを混ぜ込むわけですね。そうすると同じ葉っぱでもこんな風にちょっと濁った色になります。でこれだけでは物足りませんので、これが乾かないうちにサップグリーンをちょっと垂らし込んでみたり、あるいは場所によっては綺麗なピロールレッドを差し込んでみたりするわけですね。こういう細かい作業を重ねていきます。はい、でここでねちょっと軸を作っていきますね。で色なんですがやっぱりねちょっと赤みを帯びさせたいのでクリムソンとバンタンバーですね。こんな風に、
枝分かれしつつ出ていくわけです。この実の中なんかはすごく細かく枝分かれしています。見えるところ見えないところの差も激しいですのでね、あんまり厳重に考えないで、軸を作っていくっていうことですね。こんな風にちょっと軸を作ってみますよ。ここから今塗り残してある部分ですね。南天の実は塗ってもいいわけですね。それからかりんも塗ります。それからここの奥ですね、備前焼の中の方が見えてるっていう状態になるので、一番暗いところっていうことになります。でそういうところをね潰していきますね。例えばね、この辺の実ですとね、なるべく明るくしたいのでピロールレッドとガンボウジを混ぜるような混ぜないような感じで置きます。大きな粒でしたら光から遠い方に置いといて明るい方へグラデーションをさす、こういう細かい作業をしてもいいわけです。それからかりんなんですけど、暗い方はちょっとねバンタアンバー、サップグリーン、ガンボウジを混ぜたような混ぜないような感じで置きます。で明るい方へグラデーションさせますね。である程度のところまでいったら必ず始末をしておきます。でこちらのね光がしっかり当たってると思われるところにはガンボウジをしっかり入れますね。でガンボウジの外なんですが赤い色で、ちょっとにじんじゃうので今隙間を開けていますけど、こういう感じでね、で始末をしておくっていうことですね。特にこのヘタの部分なんかはぐっと引っ込めたいわけですから、バンタンバーを置くっていうことでいいんじゃないかなと思いますね。花瓶の奥なんですが、ここはね一番暗いところにしたいのでバントアンバーとウルトラマリンディープですね、ポツポツ見えるよっていう感じで置いていきますね。このぐらい入れておいて様子を見ます。じゃあこれもうちょっとね色をつけてみますね。でここでねちょっと全体的なことを気にしたいと思うんですけど、ここの葉っぱですね、平面的にこう出てるわけです。つまり奥行きがない感じがするんですよね。こっちに重点的に重みを増やす、ここにも二重三重に奥行きがあるんですよっていうことを言いたいわけですね。枝を足してみます。バーントアンバーですね、ウルトラマリンディープで暗いね茶色を作ります。ここが先端ですね。これで結構ここの厚みが増すっていうことになります。もう一本この奥から出ましたっていう枝をねここに重層的につけていきますね。前にある葉っぱほどね厳重にきちんと描く必要はないとは思いますが、ある程度南天の羽状羽状にね枝分かれしながら葉っぱがついていくっていう特徴はいくらか押さえておく必要があるんではないかなと思いますね。はい、そしてこれに葉っぱをつけますよ。クリムソンにバンタンバーを入れてちょっと茶色に傾けますね。サップグリーンも入れてもいいかなとは思います。いずれにしても茶色っぽい赤色になるわけですね。薄くします。あまり濃く描きませんね。もうちょっと暗くしますね。ウルトラマリンディープを入れて茶色っぽい色にこう見えてきますね。はい、
こんな感じになりました。ちょっと隙間が空いてて爪が甘いんですけど、もっとちっちゃい筆でね爪はしていかないと無理かなと思いますね。はい、かなりね重層感が出てきたと思います。細い筆でちょっとだけ爪をしておきます。一応だいたい描けましたでしょうか。じゃあまた実に戻りますね。比較的明るいねピローレッドとガンボージュを入れた色で、ちっちゃい実なんですけど一粒一粒を丁寧にねグラデーションさせます。もうほとんど仕上げに近い状態ですので、一粒一粒を大切にしますね。分かりやすくここでやってみます。この分でいくとこの実の光から遠い方に色をつけて、光の方に向かってグラデーションさせるという作業になります。じゃあこの作業をね残っている実にやってみます。全部じゃなくって、最終的に最初の下地の色だけで残す実は手をつけませんね。ちょっとやってみます。はい、これ以上ね暗くしたくないので線描で囲うだけの実も作っていこうと思います。クリムソンだけあるいはピロールレッドをちょっと混ぜてっていうことで、ちょっと暗めのね、これ線がないと埋もれてしまって実には見えないわけです。一部囲うことによって、実に見えるわけですよね。かなりね実を増やしました。あまり実が少ないと迫力がないっていうことですのでね。もうちょっとこの辺もしますよ。それでね今ここはちょっと空いてるのが気になっているので、ここにもねちょっと実を足そうと思いますね。向こう側実の形を何ぼかはこう出したいので、線描で実のくくりをこう作りますね。でこれが乾いてからざっくりぼかした色を入れて、実のありかをはっきりさせるっていうことになります。こういうところはね空中にパラパラ増やしました。これは、バンタンバーとクリムソンぐらいで、ちゃんとねこういうふうに絵をつけていきながらつなげていきます。それから実の先にちょんとねちっちゃいプツッとこうつくんですね。これも描いていただく方がいいかなと思いますね。こういうところもねこうやって枝分かれしながら実がついていきますよっていう話です。はい、じゃあもうちょっとね実を増やしますね。はい、ここねだいぶピロールレッドとガンボージュを足しました。この辺りねかなり強くなったと思います。でそうするとね相対的にこの辺がこう弱く感じるので、もうちょっとね色を足します。ピロールレッドですね。この辺りもうちょっとしっかり入れますよ。上から横断的にね。そして続きにこちらはクリムソンを入れていきます。暗い方っていうことですので、やっぱりこっちはガンボージをたくさん入れるんですが、こちらはクリムソンを多めにするっていうことですよね。水筆でしっかりぼかします。クマができないようにねしっかり伸ばしておきますね。ここですね。ここも、ガンボージですね。ちょっと足しますね。ここのあたりね。はい、これでねちょっと乾かしてマスキング液を取りますね。はい、この辺がねキラキラして綺麗になったかなと思います。で今外したマスキング液の後の白地をならしていきますね。例えばこの辺この大きなね白地少しここをぼかしてあげる。極端にいびつな形を残さない方がいいかなと思います。そして影ですね。こういうものの影をつけていないので、ここにも当然これの影が投影するわけです。それ影をねつけていこうと思います。基本クリムソンと
ピロールレッドですね。で少し暗くしようと思ったらバンタンバーを入れてっていうことでやってみます。例えばこれの影ですね。薄くします。暗い色でね。例えばこういうところですね。から絵の影もこう当然つきますのでね。かりんの影なんかはね、同じ黄色系を少し増やしてあげて、つけた方が自然かなっていう気がします。からここの影ですね。この続きということで暗くしようと思います。こちらの影もね投影しますのでね。それとここのくぼみです。こういうくぼみをちょっと強調するとずしっとした感じもちょっと欲しいわけです。この下の接着面ですね。これ当然影になりますのでね、かなり暗いです。じゃあちょっと影をつけてみます。はい、マスキング液の後のね白地をきれいにちょっと鳴らしました。枝を足したり影を足したりしました。でこれでねほぼできたと思うんですが、真ん中あたりが充実してきましたので、今度はこの辺りですね、ちょっと手抜きな感じが見えます。筋目を立てて手抜きの感じをなくす必要があるかなと思いますね。だから葉っぱのね葉脈をほとんど描いていませんので、ちょっと入れてもいいかなって思いますのでね。もちろん全部入れる必要はありませんので、程よく葉脈なり輪郭線なりを入れられると持ってくるかなっていう気がします。それとですね、かりんの傷です。ちょっと傷を描いておきますよ。かりんね、結構傷だらけのかりんが多いんです。はい、少しねリアリティも生まれたかなと思います。でね、この器にねうっすら、模様と言いますかね、灰の跡と言いますかね、できているんですけど、ここはあんまり触らない方がいいかなと思いますね。ここがかなりうるさいので、ここまでうるさくしてしまうと、全体が同じようにうるさいだけで終わってしまうと非常にまずいので、一応これで完成にしたいと思います。じゃあここへサイン書いときますね。完成です。